ホルムズ海峡封鎖問題、米国長官が数週間で解決と断言。ホルムズ海峡の事実上の封鎖に対し、米国エネルギー長官が数週間以内に軍事作戦は終わると驚きの見解を示しました。米国エネルギー長官は、ホルムズ海峡の封鎖問題について、軍事作戦は数週間以内に終わり、原油供給は元に戻ると驚きの見解を示しました。日本を含むアジア各国は、ホルムズ海峡を通る原油に大きく依存しており、封鎖は経済に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ライト長官は、トランプ大統領が日本などに艦船派遣を求めたことを受け、ホルムズ海峡再開に向けた国際協力の合理性を強調しました。長官の発言は、国際的な緊張緩和と原油市場の安定化への期待を高める一方で、軍事作戦の具体的な内容については不明なままです。米国エネルギー長官がホルムズ海峡問題の数週間での解決を示唆、日本などアジア各国に艦船派遣を合理的と要求、原油供給と価格の早期回復への期待感。数週間で終わるという見解は、なぜそこまで楽観的なのでしょうか。ライト長官の発言は、米国が迅速な解決を望んでいるという政治的メッセージであり、具体的な軍事計画に基づいている可能性があります。しかし、中東情勢は複雑で、予期せぬ事態が発生するリスクも常に存在します。実際のところ、数週間で完全に解決できるかは不透明です。日本が艦船を派遣することのメリットとデメリットは何ですか。メリットとしては、国際的な安全保障への貢献や、米国との同盟関係強化が挙げられます。また、自国のエネルギー供給ルートの安全確保にもつながります。デメリットは、自衛隊員が危険にさらされる可能性や、国内での憲法解釈に関する議論が再燃することです。また、特定の国との関係悪化のリスクも考えられます。原油価格は本当にすぐに元に戻るのでしょうか。ホルムズ海峡の封鎖が解除されれば、供給不安が解消され、原油価格は落ち着く可能性が高いです。しかし、中東地域の地政学的リスクは依然として高く、再び緊張が高まれば価格は変動する可能性があります。また、世界経済の動向も原油需要と価格に大きく影響します。この問題の行方は、世界のエネルギー市場と国際関係に大きな影響を与えるでしょう。